日本の社会って人間に優しいんですか？なんていうんですかね、軍隊式な感じがするんですよ。これからの社会はますますこういう働き方を認めなきゃいけないんです。皆さんこんにちは。異文化コミュニケーションアドバイスをしております医師のシャーハランと申します。来日して18年以上経ってます。現在は、日本の企業さん向けに異文化コミュニケーションのアドバイス研修コンサルティングをやってまして、プラスニューズウィークの日本版ですね、そちらにも外国人リレーコラム東京愛のシリーズではコラムを書いてます。今回は社会について話をしたいと思います。去年の9月に私はですね、人間に優しくない国日本、安倍前首相が辞められた時に書いたコラムなんですけど、それについて話をしたいです。その社会について話をしたいです。皆さんどう思いますか？日本の社会って人間に優しいんですか？それとも他人に優しいんですか？一番は他人なんですよね。他人に優しいと思いますか？これからの働き方っていろいろ変わっていかないといけないですよね。私はですね、当時4年前にざっくり言って4年ちょっと前ぐらいなんですけど、娘が初めて持病があると、病気だとっていうのを知ったんですよ。その時に私が営業をやってました。その時に会社の、当時の上司なんですよね、相談したんです。私が営業をやってるので、できたら娘がですね、1ヶ月31日間入院になりましたけど、この31日間ですね、交代で妻と、娘が小さいのでまだ1歳過ぎたとこだったので、交代でね、病院に泊まりたいということを言ったんです。だからテレワークさせてほしいって言ったんです。それってね、私が営業だったので、私から見るとあまり問題はないように見えたんですけど、でもね、そういうルールはない、そういう規定はないということで、もうきっぱりと却下されました。だから仕方がなく妻と交代で有給を取りながら、私がですね、有給を取りながら泊まって仕事行って、泊まって仕事行ってっていう感じでやったんです。で、ちなみにうちの妻はものすごい臨機応変に会社がやってくれて、今でも感謝してます。私は感謝してます、その会社にですね。日本の働き方っていうのは、私から見てなんかちょっとなんていうんですかね、軍隊式な感じがするんですよ。毎日必ず遅刻せずに出社する。下手したら夜遅くまで残業代も出ないまま、あるいは出る、それ会社によってまちまちですけど、働かせる、終電まで働かせる、そういう感じなんですよ。今のこの世の中のワークスタイルはもう変化しちゃってます。私みたいな娘が持病があって臨機応変にね、テレワークをしながら仕事しなきゃいけない人もいれば、片親の人もいるんですよね。父がいる、母がいる、片側、あるいはこの間テレビで見たのは、数字的な話なので3600万人なのかな、65歳高齢者の方が日本にいらっしゃると。自分の親、高齢になられてるので、やっぱり介護しなきゃいけない。
自分の親を介護 しながら働かなきゃいけない。あるいは自分が持病を持ちながら働かなきゃいけない。これからの社会、これもう誰でも知ってるような話で、あんまりしつこく言いたくないんですけど、これからの社会はますますこういう働き方を認めなきゃいけないんです。じゃないと優秀な人は日本にとどまらないんです。これはね、本当に私が言いたいメッセージです。いろんな働き方を認めましょう。ちょっと古いんですけど、9月のリンクもコラムですね、貼っておきますので、ぜひ見ていただいて、読んでいただいて、安倍前首相の話を置いといて、それあくまでも一つの例だったので、中身は何を私が感じて何を訴えたいのかっていうのを感じてください。見ていただいてありがとうございます。